皆さん、こんにちは。こんばんは。パーソナリティの早乙女桐葉です。大本山小湊誕生寺。800年前に数々の苦難を乗り越え、後に民衆に知られるようになった日蓮大聖人が生まれた場所で、いわばこの場所は聖地と呼ばれる場所になります。そんなすごい場所でギターリサイタルがあると聞き、取材にやってきました。タイトルは吉田義政によるギターリサイタル in 小湊誕生寺レイハイマート故郷。800年の時を超えて、この音楽は後世に何を伝えるのか。答えはこの曲を聴いた人にしかわかりません。もう時間ですね。早速聴いてみましょう。どうもすいません。はじめまして。本日はお忙しい中、ようこそおいでくださいました。私ですね、この当地阿波小湊に生まれました馬淵と申します。今回のですね、リサイタルはご縁がありまして、同じくこの町で生まれたですね、吉田義政さんという方がギタリストとして有名な方がいらっしゃいまして、出演していただけるという快諾を得まして、今回このリサイタルが開催されるものです。彼はですね、なんて言うんでしょう、普通の人と違うというか、15歳で自分の道を築くんですね。15歳で、パンフレットにもありますけれども、日本ギター学院の門を叩きます。そこで彼は、精練と努力、精練と努力、精練と努力を重ねまして、首席でその学校を卒業します。その後、そのままドイツに渡り、またそちらでもですね、精練と努力を続けます。簡単難情曲とすという言葉がございますが、彼はまさしく曲であると思います。彼はドイツでですね、国家演奏者資格というですね、大変名誉ある資格をですね、授与されております。その彼の音楽をですね、皆さんに聴いていただきたいと思いまして、今回、このリサイタルを開いて次第でございます。それではリサイタルの方を始めさせていただきます。失礼いたします。皆様今日はご来場くださいまして本当にありがとうございます。こんなにも多くの方々に来ていただいて本当に
本当に感慨無量です。嬉しいです。私吉田義政、生まれは生まれといいますか自分のふるさとですね、ここの鴨川市小湊です。昔は天津小湊と申しておりました。で実家がですねすぐそこの蓮前の山水という旅館なんです。で祖父が創業者で父が長男だった関係でずっと専務を務めてまして、私も長男。もし時代が何かあったら今頃山水で働いていてギターを弾くなんてことなかったかもしれません。人生って本当にわからないものだなと思っております。そして父と母の仕事の関係でですね7歳の時に東京の築地に引っ越ししました。それまで僕はローカルな話になってしまいますけれども、最初光幼稚園に入って、でそこでなんか自分は悪い子だったらしくていつもネズミの部屋ってところに入れられてしまって、それでいつも泣いて家に戻ってきちゃった。で母がそれじゃかわいそうだってことで今度西島保育園に移動して、でその後小湊小学校に入りました。で1年のまだ1学期が終わらないうちにですね、両親の関係で築地に引っ越ししました。築地は母の実家なんですけれども、実家がちょうど祖母が亡くなって空いていたのでそちらに移りました。それから基本的に築地にずっと育ちまして、24歳の時になりましてドイツにギターの留学で、留学するまではもちろんギターをね始めまして、ギターの専門学校である当時東京の阿佐ヶ谷にありましたけど日本ギター音楽学校というところがありまして、そこを卒業しました。で今日後ほど友人を出演してくださる岡戸さん耕作さんはその時の学校の先輩でもあります。しかも岡戸さん滑川出身ということで大変にご縁の深い方です。そうやって考えまして、私が7歳の時に小湊を出まして、それから築地で生活して、それからドイツに移って37年間ドイツに生活してまして、ずっとギターでやっていますけれども、それであれですね55年ぶりにふるさとに戻ってまいりまして、こうやってギターを皆様に披露できるっていうこのことを本当に何と言いますか感慨深い、とても不思議な気分でいっぱいです。何て言いますか考えますと自分の音楽の中に小湊のこの海の景色、自然の豊かさ、そういったものがどれだけ自分の音楽性に影響しているのかなと今になっていろいろと感じるものがあります。本当に人生まさに川の流れのような感じですね。ということで2曲目は皆様ご存知の「川の流れのように」を弾きます。でこの曲なんですけれどもちょっとオリジナルの美空ひばりさんの歌にですねちょっとジャズ風のアレンジを加えて出来上がっている曲です。ご清聴ください。
次の作品はヨハン・セバスチャン・バッハ、ドイツバロック時代の最大の作曲家ですねの書きました無伴奏バイオリンソナタ第1番からシチリアーナを演奏します。この曲はバッハといえば、ドイツの、ね、音楽の巨匠でクラシックの本当に頂点の一人です。で自分もドイツで生活していまして、バッハにちなむものをいろいろ見学したりいろいろ勉強を重ねてまいりました。そうした成果が今日演奏で現れたらいいなと思っています。バッハはこの曲をたった4本の弦のバイオリン1丁のために書いたんですけれども、それを自分で6本のギターの弦の上でちょっと編曲してみました。そこをご清聴ください。申し遅れましたけど、最初に演奏した曲「プレリュード」っていうのは実はもう400年以上も前のルネサンス時代の作品でした。ポーランドの曲でリュートという当時流行った当時のギターみたいなものなんですけども、弦の数がもうちょっと多くて形がギターのようにボディがくびれていなくて洋梨型になっている素敵な楽器だったんですけど、そのために書かれた作品ですね。今までポーランドの作品を弾きまして、それから日本の曲、そして今ドイツの曲を弾きました。で今度はですねギターというと皆さん例えばスペインのイメージを持つ方が多いんじゃないかと思うんですね。フラメンコとか
そういった感じの曲をちょっと演奏してみたいと思います。イサーク・アルベリスの作曲しました「アストゥリアス」という曲です。この作品はもともとピアニストであった作曲家のイサーク・アルベリスがピアノのためにギターを模して書いた曲なんですね。でこの曲をですからギターで弾きますとオリジナルのピアノよりさらにそのスペイン的な香りが出て効果的だと思います。それではご清聴ください。
蒸しますね、随分。曲も暑いですが、実際にステージは暑いですね。それでは前半の最後になりますけれども、11月のある日という、現代のキューバの作曲家レオ・ブローウェルという人が書きました作品なんです。この曲もともと1970年代のキューバの11月のある日という映画のタイトルの音楽ですね。でこの曲を作曲したレオ・ブローウェルという人はキューバで20世紀そして21世紀にかけて最も重要なギターの作曲家です。でギターのために本当にたくさんの練習曲集とかソナタとか素晴らしいギター協奏曲も何曲も書いてますし素晴らしい作品を残し、まだ存命なんですけどもね、80いくつで存命でお元気です。で僕もブローウェル先生とは何度かお会いして一緒に仕事をドイツやフランスやギリシャなどでもずっと一緒に仕事をさせていただいてレッスンも受けたこと何度もありまして、これから弾く11月のある日もブローウェル先生のアドバイスを受けたことのある作曲です。でこの演奏終わりましたら先ほど紹介しました岡戸耕作さん、僕の学校時代の先輩ですね、登場していただいて2人で本当に40数年ぶりでしょうか合わせるという二重奏をちょっとやってみたいと思います。それでは最後のソロ1曲お聴きください。
今弾いた「アジサイ」っていう曲ですね。この作曲家、カタカナで名前が書いてありますよね、プログラムにね。しかし、実は日本の作品なんですね。松井さんという四国に住んでいらっしゃるギタリスト、実は高校の先生なんですけどね、ギター二重奏で美しく弾きやすく楽しめる、そういう作品書いてくださっています。でその中から1曲聴きました。で今度の作品「雨音」、畑中雄大作曲。畑中雄大さんはですね、国際新堀芸術学院って私が客員教授を務めているギターの専門学校がありまして、それは我々が勉強した日本ギター音楽学校の名前が変わって場所も移ったところなんです。今神奈川県の藤沢にあるんですけれども、そこで指導している若手でバリバリの非常に優秀な作曲家ですね。多作家で各作品全てがもう当たってしまうと。で各作品はもうギターの作品のみならず本当にいろんな多岐にわたったオペラであるとか書いてます。彼の作品、この間面白かったのはですね、ギターの合奏、ギターのオーケストラのために交響曲を書きましてね、でそれをちょっと初演をして、それもちょっと聴かせていただいたんですけど、大変多彩で才能がある作品です。で彼が今回書いたのは「雨音」という、いかにも雨がザーッと降っている中で物思いにふけっているような、そんな曲調です。それではお聴きください。
二重奏の部の最後の曲になります。今度の作品、ミスター・ロンリー、千葉在住の方は、FM 東京という東京の FM 番組は聞くことができるんでしょうか。私の時代はですね、FM 東京で、夜中の12時から城達也さんというものすごく素敵な声の方がアナウンスして、ロマンティックな音楽ずっと流して、日本航空でしたね、確かの提供で番組が毎晩あったんですね。でそこでのテーマ音楽です。でそのテーマ音楽をギターの二重奏で演奏しています。でこの演奏の後はですね、私ちょっとステージそういうのから出まして準備をしまして、今度岡田耕作さんのソロが入ります。それでは二重奏の最後にミスター・ロンリーお聴きください。こんばんは。鴨川市在住でありまして、私の家はもう鴨川小学校のすぐ後ろでございまして、鴨川のもうど真ん中、旧須崎地区ですね、そこに今住んでおります。ちなみに皆さんご存知か分かんないけど、みっこちゃんのお惣菜というお弁当を出したりとかお惣菜出したりしてます。ご存知ありがとうございます。またよろしかったら一つお願いします。でこんなギターを弾くとは知らない人が結構いたかもしれないけど、一応彼と同じ学校に飛び込みまして4年間勉強しまして、1年2年ぐらいかな、東京の教室で教えてましたけど、ちょっといろいろ事情がありましてこちらの方に帰ってまいりました。できるだけ皆さんの知ってる曲を弾こうと思いまして、
用意したのがとりあえずは井上陽水の「いっそセレンダーレ」という曲をまずは弾いてみたいと思います。あとですね、もうだいぶ古い映画ですけど「サウンド・オブ・ミュージック」というミュージカル映画がありましたけどもうジュリー・アンドリュースも亡くなっちゃいましたけどね、あの時のそのテーマ音楽「サウンド・オブ・ミュージック」。
プログラム最後の曲になりましたけれども、最後の曲は、カルロ・ドメニコーニというイタリア人ですが、ドイツのベルリンで生活して音楽活動している作曲家兼ギタリストの作品で、組曲「コユンババ」というものを弾きます。組曲コユンババとしかプログラム多分載ってないと思うんですが、組曲っていうのはいくつかの作品をまとめて連作みたいな形で書かれているのを組曲といいまして、この作品は4つの部分から成り立っています。最初がモデラートといってちょっと中庸なテンポの曲で、次にモストといってちょっとテンポが速くなるで、3曲目がカンタービリという歌うようにで、最後の4曲目はプレスト、非常に速く、そういう曲です。でこの作曲家ドメニコーニは長らくトルコのイスタンブールでギター科の先生として働いていまして、でそれでですね、トルコにはまたドイツや他のヨーロッパと違った独特の民族音楽がありまして、楽器も独特な楽器がありまして、でトルコにはサスっていう4本の弦のやっぱりギターのような弦楽器があるんですけれども、特殊な調弦で特殊な奏法を使うんですけれども、そういった奏法をギターに取り入れたり、トルコ風の音階を取り入れたりして、全体的に一言で言えばなんていうんですかね、シルクロード風の音楽というか、日本人の心に受ける不思議な響きの作品です。それではお聴きください。ちょっと17分ぐらい長いですね。
当に助かりました。本当にありがとうございます。僕も正直嬉しいです。ですね、これから友情出演してくださった若田作さんをステージに呼び寄せて、また皆さんに拍手をお願いしたいと思います。でその後ですね、1曲だけ最後にアンコールさせていただきたいと思います。岡田さん、どうぞいらしてください。アンコールは皆さんご存知の方も多いと思うんですけれども、ジャズのスタンダードナンバーを1曲弾きたいと思います。我が心のジョージアです。作曲家ホーギー・カイマーケルといいまして、スターダストとか他にもジャズの名曲たくさん書いてます。そして彼は俳優でもあったんですね。僕の世代最後の世代だと思うんです。白黒のテレビの動画を見てる世代なんですが、ララミー牧場というおじいさん役をしてたのがホーギー・カーマイケルです。本当に多彩な方ですね。俳優も素晴らしいし、作曲もジャズの世界的な、名作を残して、もういつまでも演奏され続ける作品ですね。今回の編曲はギター1本でまるでジャズの30奏とか40奏を一人でギターでやるような、そんな編曲です。
これは房総名物ですね。ありがとうございます。私の名前印丹成寺って書いてあります。実は私の義政という名前が丹成寺さんにいただいたものなんです。本当の意味では日蓮聖人の生まれた丹成寺なんですけど、私にとってもそのダブルミーニングといいますか、意外と丹成寺でもあるわけですね。ありがとうございます。ありがとうございました。いかがでしたか？今回は吉田義政によるギターリサイタル in 小湊丹成寺レイ・ハイマート故郷というタイトルでお送りしました。故郷とのつながり残したいですね。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録もよろしくお願いいたします。